皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。紅葉が進み、ベランダの多肉たちも華やかになってきました。今日はそんなベランダの多肉たちの様子を見ていこうと思います。先日植え替えしたこのアリエルもベランダの元の位置に戻しています。このコルテスはまだまだ赤く色づいてきます。夏の間はほとんどの多肉が緑一色になり、ちょっとつまらないベランダでしたが、紅葉してきた多肉たちを見ているだけで寒さを忘れてついついベランダに長居してしまうんですよね。そしてこのアメージンググレース、庭のアメージンググレースとは違い、葉の枚数がとっても多くなっています。すでに鉢からはみ出てちょっと窮屈そうですね。ブルーサプライズ×ジャッカル、この淡い色合いがとっても素敵です。私好みの色合いでお気に入りの多肉ちゃんです。ヒルトップも色づいてきました。その隣はエボニー。エボニーは庭の方が赤く色づいていましたね。そしてこのアゴラ、オレンジ色がとっても可愛いんですよね。このアゴラは引っ越ししてきて以来植え替えしていないので、早めに植え替えてあげたい多肉です。そしてこのアルバローズ、爪先だけが赤く色づいてきました。隣の七福ビニは相変わらず安定の可愛さです。別のトレイでは私の大好きなラウレンシスが夏の間に下葉を枯らして茎立ちしてしまっていたので、前回ご紹介した仕立て直しの仕方でサクッと手直ししています。手直しの後はたっぷり水やりをしたので、また葉を増やして大きく育ってほしいです。その奥の多肉はエレガンスハイブリッド。爪が赤く紅葉してきてとっても可愛くなってきました。そしてこのマディバですが、夏を越してまた一回りロゼットが大きくなっています。アミスターはピンクに紅葉するので私のお気に入り。その隣はラズアガ。夏の間に葉が開いてしまい、今はこんな姿ですが、我が家に来た時はコロンとして丸くてとっても可愛い姿だったので、最初の可愛い姿に戻ってくれると嬉しいんですけどね。そしてこのシャーロットローズ、ロゼットの中心がキュッと締まってきて可愛くなってきています。外葉も少しずつ上向きになってキュッと締まってくる様子がよくわかる苗でしたね。そしてヌダのように赤く紅葉している多肉もあれば、このエリザベスのように全く変化のない多肉や、奥のアクナマタタのようにほんのり全体が色づいている多肉など、それぞれ庭で真っ赤に紅葉していたアイススワンもベランダではこんなにちょっと変わった紅葉の仕方をしていますね。その奥のレッドスーパークローンですが、やはり庭の多肉よりも少しくすんだ赤といった感じに思えるのは気のせいかな。それでもこのレッドスーパークローンはまだ赤いだけマシ。隣に置いてあったこちらのレッドスーパークローンはまだ全然紅葉していません。置き場はほぼ同じなのに個体差でこんなに紅葉も違うんです。ブルードラゴンは本当にドラゴンの爪のようなかっこいい多肉です。爪先が真っ赤に紅葉して、これからどのように紅葉していくのかちょっと気になっています。白粉をまとったこの多肉は名前のわからない多肉。名前がわからなくてもとても可愛いですよね。夏にもとても強くて
寄せ植えに一つ入れるだけでとても華やかな印象になる多肉です。この菊芋ってご存知ですか？スーパーフードとも呼ばれていて、とっても栄養価の高い菊芋ですが、これ実は生で食べることができるんです。ということで今日は私がおすすめする菊芋の食べ方をご紹介したいと思います。皮を剥いた菊芋を薄くスライスして、これを粗挽き胡椒、塩、ごま油と和えるだけです。調味料はご自分のお好きな量を入れてください。ただごま油を入れすぎるとしつこい味になってしまうので、ごま油は香り付け程度に入れるのがおすすめです。シャキシャキとした歯ごたえであっさりとしていてとても美味しいので、おつまみにもおすすめです。簡単なのでぜひ作ってみてくださいね。ベランダに戻ってきました。ブラッククイーンもまだまだ緑ですね。うちのブラッククイーンはあまり黒くならないんですよね。そして下の段のエボニーもまだまだ緑ですね。レモンベリーもほぼ変わりなく、それでも一回り株が大きくなった気がします。ベランダで唯一花を咲かせていたのはこのシンデレラ。このシンデレラもそうなんですが、今年は新顔多肉が多いので、この冬どう変化するのか、また冬越しが少し心配なんですよね。そしてこのミモサ×コロラータですが、やはり庭に置いてある多肉よりも少し葉が開き気味になっています。このベラドンナや隣のラウイもまだ変化はありません。そして置き場所を少し変えた我が家のデカベリアのエリザベス、葉先から少しずつ赤く紅葉してきています。隣のブルーサプライズはあまり変化がないようです。なんちゃって群生のこのダークアイスは、やはり夏に外葉をだいぶ枯らしてしまい、株が小さくなっています。これも増やしておきたいので、また植え替えしようかな。ピンククリスタルも私のお気に入り。隣のサンガは本当に大きくなりました。今年も10月から11月にかけて日差しが和らいできたと思いきや、ベランダではやはり日差しが強かったせいか、いくつか多肉が葉焼けしてしまっています。それでもまだ寒冷紗は外していないんですけどね。日当たりが良すぎるのも困ったもんです。天気予報では来週の水曜日あたりから一気に気温が下がり寒くなる予報なので、ベランダもそろそろビニールシートを貼り、多肉たちの寒さ対策を始めたいと思います。そして庭多肉もビニールハウスの骨組みにビニールをかける大仕事が残っているんですよね。つい先延ばしにしていましたが、今週末は大忙しです。はい、ということで今日の動画はベランダ多肉たちの紅葉具合を見ていきました。いかがだったでしょうか。まだ紅葉が始まっていない多肉もありますが、だいぶ華やかになってきたベランダ多肉でした。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。
それでは次の動画でお会いしましょう。またね。